皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今回も一緒に楽しく学んでいきましょう。今回は醤油の講義の2回目になります。今回は私たちが普段目にする醤油についてどんな種類があるのか勉強します。醤油の種類と言われてもピンときませんよね。スーパーに売ってる醤油って種類があるんですかって思いますよね。そうなんです。実は醤油には歴史も背景も違ういろんな種類があるんです。前回、醤油の作り方を勉強しましたが、この醤油の作り方を頭に入れておくと、この醤油はこの工程に特徴があるんだな、とか、醤油の色の違いはこのプロセスを変えたからなんだな、と理解できるようになります。なので、前回の動画も合わせてご覧いただきたいのですが、ここではざっくり前回のおさらいをしたいと思います。醤油作りはまず2段階のプロセスで行われるんでしたね。生菊、そして仕込みでした。生菊のプロセスでは麹作りが行われます。原料となる大豆と小麦に麹菌の胞子を振りかけて麹菌を培養させます。そして麹菌が2つの酵素を分泌するんでしたね。でんぷんを糖に変えるアミラーゼとタンパク質をアミノ酸に変えるプロテアーゼでした。そして出来上がった醤油麹を醸造タンクに入れて塩水、乳酸菌、そして酵母を入れて仕込みのプロセスに入ります。ここでは塩が加えられるため塩に耐性のない麹菌は活動を止めてしまいます。でも生菊の段階で生み出されていたアミラーゼやプロテアーゼは活動できるため原料である大豆や小麦を分解して糖やアミノ酸に変えていきます。ここで生み出される糖には大切な役割がありました。それは乳酸菌と酵母の餌となって活動を支えることですよね。乳酸菌は糖を用いて乳酸や酢酸を生み出し、醤油に酸味を与えます。そして酵母は糖を用いて香り成分を生み出します。麹菌が生み出したアミラーゼやプロテアーゼを用いて大豆や小麦を分解し、ここで生み出された糖を用いて乳酸菌や酵母が乳酸や酢酸、香り成分やアルコールを生み出す、まさに微生物たちのバトンリレーによって、醤油は生み出されているんです。はい、ということで前回のおさらいでした。こうして勉強してきたのは、あくまで一般的な醤油の作り方です。これからご紹介する様々な醤油には、それぞれ味や風味、色合いに特徴があるのですが、それは作り方の違いが関係しています。それぞれの醤油は作り方が少しずつ違いますので、この点にもフォーカスしながら見ていきましょう。ところで醤油ってどれも同じものに見えますよね。でも、もしかすると作り方や背景にある歴史や文化が違う醤油かもしれません。今回の講義を聞いていただければ、そんな醤油の種類ごとの歴史や文化についてわかるようになります。醤油って分類方法によっていくつもカテゴリーがあるのですが、ここでは濃い口醤油、薄口醤油、たまり醤油、白醤油の4つについて勉強していきたいと思います。濃い口醤油や薄口醤油はなんとなく聞いたことがありますよね。でもたまり醤油や白醤油ってあまり聞いたことないかもしれません。まず一般に醤油といえば濃い口醤油のことを指します。日本で生産される醤油のうち 85% は濃い口醤油なので、スーパーやレストランで見かける醤油はほぼこの濃い口醤油だと思ってください。濃い口醤油の主な産地は千葉県野田市や銚子市、それに関東一円、関西では兵庫県高砂市や四国の小豆島あたりがよく知られています。濃い口醤油の作り方はおおむね前回の講義でお伝えした方法だと思っていいと思います。材料をすべて混ぜてもろみを作ってから熟成期間は 1、2年ほどです。濃い口醤油の次に多く生産されているのが薄口醤油です。生産量の 10% 強がこの薄口醤油です。この薄口醤油は関西発祥なので、地域別で見ると関西地方でよく見かけるほか、色合いが濃い口醤油に比べて薄いため、料理に色をつけたくない場合、例えば煮物や炊き込みご飯などに用いられることが多いんです。製造方法は濃い口醤油とほとんど同じですが、色がつかないようにいくつか違いがあるようです。例えば、麹作りに使われる小麦は、煎る時にあまり深煎りしないこと、
そして濃い口醤油に比べてもろみに加える塩分量を多くするなどが挙げられます。塩分濃度を上げることで発酵や熟成が抑えられて、その分、色がつきにくくなります。薄口醤油なのに塩分濃度が高いっていうのは面白いですよね。また、熟成期間は半年と短いそうです。熟成期間を短くすることで、糖とアミノ酸が結合して生じるアミノカルボニル反応が生じることを防ぐため、着色を抑える効果があるほか、熟成によって生じる旨味や香り成分を抑えることができます。後で見ていきますが、この旨味と香り、そして着色を抑えた醤油こそ、薄口醤油の生まれた関西地方で求められた醤油でした。今回取り上げる4種類の醤油は、対照的な2つのグループに分けることができると思っています。まずは濃い口醤油と薄口醤油、そしてたまり醤油と白醤油です。ここでは、濃い口醤油と薄口醤油を比較してみてみたいと思います。まず、歴史的な観点から見ると、濃い口醤油と薄口醤油はほとんど同じ時期に生まれました。江戸時代初期までの醤油は、粘度の高いたまり醤油が中心でしたが、たまり醤油は製造に長い時間を要したため、需要に追いつかなくなってしまいました。そのため、1640年頃、関東地方において、江戸の食文化に適した醤油が開発されました。これが現在の濃い口醤油として、当時の一大消費地であった江戸に供給されたんです。一方の薄口醤油は、1666年に現在の兵庫県辰野市で製造が開始されました。当初は現地消費がメインだったようですが、18世紀になって京都に供給されるようになると人気に火がつき、京都料理を支えていくことになります。濃い口醤油と薄口醤油では、食材への相性に違いがあります。そして、地域の食材にマッチした醤油として、それぞれの醤油は発達していくことになります。まず、関西地方では、瀬戸内で採れる鯛やカレイ、ハモといった白身魚や、新鮮な野菜が多く生産されました。白身魚は癖がなく、味も繊細です。そのため、食材の良さを引き立たせるため、醤油の味わいや旨味、香りは同じように繊細なものが求められました。また、新鮮な野菜を生かして、季節感あふれる料理に仕上げるには、味わいや色が強すぎない醤油が適していました。一方、関東地方で採れる魚は、サンマやカツオなど、特徴的な匂いや癖のある味わいの魚でした。また、江戸で好まれた天ぷらやそばのつゆを作るには、旨味の強い醤油が適していました。さらに、こちらも江戸で好まれたうなぎのかば焼きのタレや佃煮も、同様に力強い醤油の方が適していました。そのため、食材に負けない旨味が強く、色も香りも強い濃い口の醤油が適していたんですね。濃い口醤油と薄口醤油は、その地域で採れる食材やその土地の食文化に大きく影響を受けて発達したんですね。その結果、薄口醤油は香りが優しく、あっさりとした旨味が特徴の醤油となりました。一方、濃い口醤油は力強い食材に耐えられるよう、旨味が強く、香りもしっかりしているのが特徴です。濃い口醤油と薄口醤油では、利用される水にも違いがあります。醤油の成分の約 70% は水でできているため、この水の違いは仕上がる醤油の味に大きく影響を与えます。硬水とは、カルシウムやマグネシウムが多い水のことで、逆に軟水はカルシウムやマグネシウムが少ない水のことです。一般に硬水は、口に残るような味となり、飲み応えも文字通り、硬い感じの水です。一方の軟水は淡白でコクがなく、まろやかな味なんです。そして、カルシウムやマグネシウムは微生物の活動を活発にするため、硬水を用いて醤油を作ると、発酵が盛んになって、仕上がる醤油もはっきりとした味に仕上がります。これは、日本酒と同じですね。日本酒にも、灘の男酒、伏見の女酒、という言葉があるんです。灘地方で採取される硬水を用いて日本酒を仕込むと、はっきりした輪郭のある日本酒となります。一方、伏見で取れる軟水を用いると、日本酒はまろやかな味に仕上がるんでしたよね。醤油作りに話を戻しますね。硬水を用いて醤油を仕込むと、麹菌の活動が盛んになるため、糖やアミノ酸の生成量も多くなります。そうすると、アミノカルボニル反応も盛んに起き、着色しやすいんです。
そして酵母の活動も盛んになるため、香り成分の強い醤油に仕上がります。一方、軟水を用いると微生物の活動は抑えられるため、着色料は抑えられ、香りも抑えられるんです。なんとなくこの話を聞くと、濃い口醤油には硬水を使っていて、薄口醤油には軟水を使っているんですね。って思うじゃないですか。でも、調べてもよくわからなかったんです。濃い口醤油メーカー、最大手のキッコーマンが工場を持つ千葉県野田市と兵庫県高砂市の水質を調べたのですが、特段、硬度が高いというわけではなさそうでした。確かに、薄口醤油で有名な兵庫県辰野市では、硬度が低い軟水なんですが、濃い口醤油は硬水じゃないと作れない、というわけではないみたいです。この点についてお分かりの方がいたら、ぜひ教えてください。ということで、濃い口醤油と薄口醤油を比較してみました。私は関東出身なので、あまり薄口醤油を購入したことはないのですが、今度、薄口醤油を買ってじっくりその味や香りの違いを確かめてみたいと思います。濃い口醤油と薄口醤油に続いて登場するのは、たまり醤油です。たまり醤油は生産量で見ると、醤油の生産量の 2% 程度なので、スーパーでもあまり見かけたことはないかもしれません。ただ、生産量が愛知県、岐阜県、三重県の東海3県に集中しているので、この地域にお住まいの方には馴染みの深い醤油だと思います。たまり醤油はとても濃厚な醤油として知られているんです。どんな醤油か一緒に見ていきましょう。たまり醤油の最大の特徴は、なんといってもほとんど大豆のみで作るという点です。麹を作る際、濃い口醤油は大豆と小麦はほとんど同じ量を用いるのですが、たまり醤油では小麦はほとんど使わない、または全く使いません。そして、この点もたまり醤油の大きな特徴の一つなんですが、たまり醤油は麹作りがとても特徴的なんです。他の醤油では、大豆や小麦は粒の状態のままで、麹菌を振りかけて麹を作るのに対して、たまり醤油では違うんです。蒸した大豆を潰してボール状に丸めて、これに麹菌を振りかけて培養させます。このボール状に丸めた麹を豆麹と呼びます。今回は詳しくは触れないでおこうと思うのですが、このボール状の豆麹を作る工程は、同じく東海地方で盛んに作られている味噌である豆味噌と全く同じ方法なんです。そして、この特殊な麹の作り方をたどってみると、面白い歴史が見えてきます。ここでは時間の関係上、割愛しますので、味噌の講義の時に改めて聞いてくださいね。さて、出来上がった麹に塩水を加えてもろみを作るのですが、ここで加える塩水の量は、濃い口醤油に比べて少ないため、もろみは液体となりません。濃い口醤油を作る際はもろみを攪拌させるのに対して、たまり醤油のもろみでは攪拌は行わないんです。また、たまり醤油は濃い口醤油よりも長い時間、発酵と熟成を行うことも特徴の一つです。濃い口醤油の熟成期間が1、2年なのに対して、なまり醤油はなんと2、3年も熟成するんです。タンパク質を大量に含む大豆のみで作られ、塩水の量が少なく、熟成期間を長くする、まさに旨味成分が非常に多く、濃厚な醤油に仕上がることがわかりますよね。そうなんです。たまり醤油は旨味がとりわけ濃厚なことで知られていて、刺身の漬け醤油などに使われる最高級の醤油とされているんです。しかし、たまり醤油の特徴はそれだけではないんです。なんといってもたまり醤油の特筆すべき点は、醤油の元祖という点なんです。たまり醤油は、今から約800年前の鎌倉時代が起源と言われています。当時、中国の南宋から帰国した革新という前奏は、紀州湯浅で金山寺味噌という発酵調味料の作り方を村人に教えたそうです。すると、味噌から液体が染み出して、それが溜まっていたため、この美味しい液体を、たまり、と呼ぶようになりました。たまりはその後、改良されてたまり醤油になったのですが、紀州湯浅、現在の和歌山県湯浅町は、醤油醸造の発祥の地として認定されているそうです。そして、たまり醤油は、全国に普及しました。江戸時代初期までは醤油といえば、このたまり醤油を指していました。江戸時代初期、醤油の需要を一手に支えたのが、このたまり醤油でした。しかし、
たまり醤油は製造に時間がかかるという欠点がありました。そのため、1640年に開発された濃口醤油にシェアを奪われていったんです。現在ではあまり見かけなくなってしまったたまり醤油ですが、醤油の元祖はこのたまり醤油だったのですね。なお、醤油の歴史については、次回の講義の中で詳しく見ていきたいと思っています。そして最後に紹介するのは、白醤油です。白醤油は通常の醤油のような赤黒い色を持たず、極めて色の薄い醤油です。醤油の生産量のうち、白醤油は 1% 未満しか作られていないので、とても貴重な醤油なんです。実は私も一般に売られているのはあまり見たことがありません。この白醤油、とても色合いが薄いんです。おおむね、紅茶を水で薄めたくらいの色だと思っていただければいいと思います。この白醤油は煮物など醤油を使う料理にあまり色をつけずに見栄えを良くしたいという京都を中心とする料理の調味料なんです。使われる理由は薄口醤油と同じですが、薄口醤油よりも色が薄いんです。白醤油の原料は大豆1に対して小麦9の割合が使われます。原料の構成はたまり醤油と反対で、大豆をほとんど使わない醤油なんですね。また、この白醤油は仕込みの際に色がつく要因を極力抑えるため、仕込む期間は2ヶ月間と短くなっています。また、一般の濃口醤油では仕込む際に攪拌を行うのですが、アミノカルボニル反応を生じないよう、白醤油では攪拌を行いません。なお、白醤油は大豆の使用量が少ないので、旨味成分が他の醤油より少ないのですが、醤油臭さが薄いのも特徴です。そのため、醤油臭さを減らしたい時や、洋風料理の隠し味にも合うそうです。先ほど、たまり醤油と白醤油は対照的な醤油だとお話ししました。今、ざっくり見てきただけでも、まさに対極的な醤油でしたね。まず、原料を見ると、たまり醤油はほとんど大豆だけで作られる醤油でした。一方、白醤油はほとんど小麦だけで作られる醤油ですね。この違いは、そのまま味の違いとなって現れます。大豆を中心としたたまり醤油は、大豆に由来するタンパク質が多いため、麹菌の作用によって生成されるアミノ酸の量も多くなります。そのため、旨味の強い醤油になります。一方、白醤油は小麦に由来するでんぷんの量が多いため、麹菌の働きによって糖が生成され、甘みの強い醤油となります。また、たまり醤油と白醤油では熟成期間もまさに対極的でした。たまり醤油は2、3年も熟成するのに対して、白醤油は2ヶ月間です。熟成期間の長いたまり醤油は、その分、熟成が進むため、旨味が多い濃厚な醤油に仕上がります。一方で、この熟成期間があだとなってしまい、江戸時代初期まではシェアトップを誇っていたものの、その後、濃口醤油にシェアを奪われる結果となってしまいました。一方の白醤油は熟成期間が短いため、旨味成分や香り、色合いは抑えられ、場合によっては、やや物足りない味わいとなります。ただ、色や香りを抑えたい料理には、最高の醤油になるんでしたね。ということで、たまり醤油と白醤油の比較を見てきました。両者は材料や作り方、完成品の味わいや香りまで、両極端の醤油でした。でも面白いのが、主な生産地が同じ東海地方、特に愛知県だということです。白醤油の主な消費地は関西地方なんですが、現在の主な生産地は愛知県なんです。色が濃く、大豆を中心にして作られるたまり醤油と、その反対に、小麦を中心にして作られる、色調の薄い醤油である白醤油が同じ地域で生産されているのって、面白いですよね。はい、ということで醤油の授業の第2回目、いかがだったでしょうか。今回は4種類の醤油について詳しく勉強しました。改めて振り返ってみると面白かったですね。醤油の分類は様々にあるのですが、ここでは濃口醤油、薄口醤油、たまり醤油、そして白醤油を紹介しました。最も作られているのは濃口醤油で、生産量の 85% を占めています。一般的に醤油といえば、この濃口醤油でした。そして、薄口醤油は、濃口醤油に比べて色合いが薄く、主に関西地方で使われているんでしたね。瀬戸内で採れるタイやカレイ、
ハモといった白身魚と相性がいい醤油でした。そして、季節感あふれる料理に仕上げるためには、食材の良さを引き立たせる必要があるのですが、そうした時にも、この薄口醤油が重宝していました。そしてたまり醤油は、面白い醤油でしたね。濃い口醤油や薄口醤油が、大豆と小麦を半々くらいに使っているのに対して、たまり醤油はほとんど大豆のみで作られる醤油でした。また、熟成に2、3年もかかるため、旨味の強い、濃厚な醤油になるんでしたよね。最後に、たまり醤油と対をなす醤油と言えるのが、白醤油でした。原料に大豆はほとんど使わず、小麦をメインに使っています。また、熟成期間は2ヶ月間で、醤油に色がつかないように、細心の注意が施されていました。ほとんど小麦のみを使ってできるため、でんぷん由来の甘みを強く感じられる醤油でした。面白いのは、白醤油がたまり醤油の対極とも言える醤油なのに、主に作られているのは同じ愛知県ということでしたね。ということで、醤油の授業の第2回目を一緒に勉強してきました。ここまで2回にわたって醤油について見てきましたが、皆さん、醤油に対する考え方、少し変わったんじゃないでしょうか。実は私も、これまであまり醤油について調べたことはなかったのですが、今回の講義を通じて、醤油に対する考え方はだいぶ変わりました。私は関東地方出身なので、なんとなく千葉県の野田市が醤油で有名だよね、とか、大豆を主な原料として麹を使って作ってるんだよね、ということくらいは知っていたのですが、醤油には奥深い世界が広がっていることが分かりました。日本食において最も大切な調味料とも言える醤油ですが、麹菌、酵母、乳酸菌という3つの微生物によって生み出されていたんですね。また、たまり醤油や白醤油という、あまり馴染みはなかったですが、とても個性的な醤油があったんですね。今度、スーパーに行った時に探してみたいと思います。次回は、醤油に関する授業の3回目になります。ここでは醤油の歴史や文化について見ていきたいと思います。醤油っていつから作られているか、皆さんご存知でしょうか？醤油の歴史をたどると意外にも、味噌との関係について知ることになります。ぜひ、次回も楽しみにしていてください。最後になりましたが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回もまた、楽しく学んでいきましょう。それでは、また。